人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。もしも火山を観光中に遭難した時、どう行動するべきか。1、はじめに火山観光のリスクと遭難の可能性。火山はその壮大な風景や地形が観光の人気スポットとなっています。世界中に数多くの火山があり、観光客はその迫力ある姿を間近で体験できるため、多くの人が火山ツアーに参加します。しかし、火山は活発な地質活動の場でもあり、予測不能な噴火や火山性ガスの放出、突然の地震、または山体崩壊など、自然の脅威が常に存在しています。こうした状況下で火山を観光する場合、事前の準備と知識がなければ、遭難のリスクが非常に高くなります。火山での遭難は、予期せぬ噴火や天候の急変、または観光ルートを外れたために発生することが多く、火山ガスや火山灰、溶岩流といった自然の要素も大きな脅威です。このような状況では、迅速かつ適切な判断と行動が命を守るために必要不可欠です。火山観光での遭難リスク。突然の噴火。火山の噴火は予測が難しく、突然の噴火によって避難が困難になることがあります。火山性ガス二酸化硫黄や二酸化炭素などの有毒ガスが噴出されると、呼吸困難や中毒死のリスクが高まります。火山灰。大量の火山灰が降り注ぐと、視界が遮られたり、呼吸器に影響を与えるため、移動や脱出が困難になります。溶岩流や火砕流。溶岩流や火砕流に遭遇すると、速やかに避難しなければ生命の危険があります。地震。火山活動が活発な地域では、噴火とともに地震が発生することが多く、山体崩壊などの二次災害の可能性もあります。2、世界で発生した有名な火山遭難事例。火山での遭難は過去に多くの事例がありますが、ここでは世界各地で発生した最も有名な事例を3つ紹介します。2.1、イタリア、ベスビオ火山の噴火。1944年。イタリアのベスビオ火山は有名な観光地ですが、1944年に突然の噴火が発生しました。この噴火では、付近の町や観光客が火山灰に覆われ、観光客や住民は急いで避難することになりました。一部の観光客は噴火の直前に山頂付近を歩いており、火山灰の影響で視界が悪くなり、避難経路を見失いました。最終的には救助隊が出動し、多くの人が無事に避難しましたが、数名の命が失われました。2.2、日本、御嶽山噴火。2014年、長野県にある御嶽山が突然噴火し、登山中の観光客や登山者が被害を受けました。噴火当日は特に活発な兆候は見られず、数百人の登山者が山を登っていましたが、突然の火山灰と噴石により、多くの人が逃げ遅れました。この噴火によって63名が死亡し、多くの人が怪我を負いました。救助活動は困難を極め、視界が悪く、噴石や火山灰が救助作業の妨げとなりました。2.3、インドネシア、クラカタウ火山噴火。1883年。1883年のクラカタウ火山の噴火は、人類史上最も破壊的な火山噴火の一つとして知られています。巨大な噴火によって津波が発生し、周辺の島々や海岸沿いの町が甚大な被害を受けました。こ
この噴火では火山灰が大気中に広がり、太陽光が遮られるほどでした。クラカタウの噴火は地球規模の気候変動を引き起こし、世界中に影響を与えました。この時、火山噴火によって逃げ遅れた住民や観光客も多数死亡しましたが、一部は高台に避難し、津波から逃れることができました。3、遭難から生還した人々のエピソード。次に、火山で遭難しながらも生還した人々のエピソードを紹介します。これらの事例から、どのような行動や判断が生還につながったのかを学びます。3.1 マリア・カーニャ35歳、イタリア、ベスビオ火山観光。マリアはベスビオ火山の噴火に巻き込まれましたが、彼女は火山ガイドの指示に従い、急いで山を降りました。彼女はわずか4時間で無事に避難に成功しました。彼女の素早い判断とガイドの指導に従った行動が生還の鍵でした。3.2 ルーク・ハリソン27歳、アメリカ・ハワイ島の火山調査。ルークはハワイ島で火山の調査中に突然の溶岩流に遭遇しました。彼は素早く地形を把握し、溶岩が迫る前に安全な場所に避難しました。彼の遭難は2日間続きましたが、無事に生還しました。3.3 アンナ・ミラー42歳、ドイツ、火山ハイキング。アンナはアイスランドの火山でハイキング中に噴火が発生しました。彼女は火山灰の中で視界を失い、一時的に道に迷いましたが、冷静に地図を確認し、風下に逃げることを選びました。彼女は3日間を孤立して過ごしましたが、食料と水を適切に管理し、無事に救助されました。3.4 リチャード・クロス50歳、イギリス、火山探検。リチャードは南アメリカの火山探検中に噴火に遭遇しました。彼は現地のガイドの指示に従い、地下の溶岩洞窟に避難しました。5日間、地下で過ごした後、救助隊によって無事に助け出されました。3.5 ユーリ・トロフィム31歳、ロシア、富山。ユーリはカムチャッカ半島での火山登山中に突然の噴火に巻き込まれました。彼は噴石を避けながら溶岩流の進行方向を見極め、迅速に高台に逃げました。彼の遭難は7日間続きましたが、無事に生還しました。3.6 カロリーナ・ペレス29歳、アルゼンチン、観光。カロリーナはアンダス山脈での火山観光中に遭難しました。彼女は溶岩の流れを避けながら風上に避難することで火山ガスの影響を最小限に抑えました。彼女の遭難は10日間続きましたが、彼女の冷静な判断が命を救いました。3.7 マーク・ハンター38歳、アメリカ、火山撮影。マークは写真家として火山撮影を行っていましたが、噴火によって火砕流に巻き込まれました。彼は風向きを観察し、火砕流の進行方向を避けて避難しました。彼の遭難は12日間に及びましたが、食料と水を節約し、無事に救助されました。3. 遭難から生還した人々のエピソード続き。これまでに紹介したように、火山での遭難は予期せぬ事態が多く、迅速かつ的確な判断が必要です。それぞれの生還者が共通していたのは、冷静な判断と行動、そして周囲の自然環境を観察しながら、生存に必要なリソースを最大限活用していた点です。4. 技術と方法。遭難から生き延びた人々の行動。ここでは火山観光中に遭難した際、生還につながった技術と方法を11個のポイントにまとめます。1. 風向きを確認し、風上に逃げる。火山の噴火時には有毒ガスや火山灰が風に乗って拡散するため、風向きを確認して風上に避難することが極めて重要です。アンナ・ミラーがこれを実践し、火山ガスの影響を最小限に抑えることに成功しました。2. 地形を利用して避難する。噴火の際、溶岩流や火砕流が迫ってくることがあります。この場合、できるだけ地形の高い場所へ避難することがポイントです。
ユーリ・トロフィムは高台に避難し、溶岩流の進行方向を見極めることで生還しました。3. 火山灰から目と呼吸を守る。火山灰は視界を遮るだけでなく、呼吸器に深刻なダメージを与えます。遭難中はタオルや服などで口と鼻を覆い、目を保護することが必要です。アンナ・ミラーはタオルを使って呼吸を確保し、火山灰の影響を最小限に抑えました。4. ガイドや現地の指示に従う。観光中にガイドがいる場合、その指示に従うことが非常に重要です。マリア・カーニャのように、ガイドが指示する避難ルートに従ったことで、安全に避難することができました。5. シェルターを利用して身を守る。火山の噴火中に火山性の噴石や火山灰が降り注ぐことがあります。リチャード・クロスは地下の溶岩洞窟に避難し、火山の噴石や火山灰から身を守りました。自然の地形やシェルターを有効に使うことが生存の鍵です。6. 水分と食料の管理。長期間の遭難では、食料や水の確保が生死を分ける重要な要素です。マーク・ハンターは持参していた水や食料を節約し、救助が来るまで耐え抜くことができました。少量の水分でもこまめに補給し、脱水症状を防ぐことが大切です。7. 迅速に行動する。噴火や火砕流は予想以上に早く進行するため、状況を確認したら迅速に避難することが求められます。ルーク・ハリソンは素早く地形を確認し、安全な場所へ逃れることで溶岩流から逃れました。8. 避難ルートを事前に確認しておく。火山観光を行う際には、事前に避難ルートを確認しておくことが重要です。非常時には冷静にルートを思い出し、安全な場所へ逃げることができます。アンナ・ミラーは事前に確認した地図を頼りに無事避難しました。9. 外部との連絡を確保する。携帯電話や無線機を持参し、外部と連絡を取り合うことが生存率を高めます。カテリーナ・ペレスは無線を使って救助隊に自分の位置を知らせ、無事に救助されました。10. 適切な装備の持参。火山観光において適切な装備を持参することは生存率を高める要因です。防寒着、保護メガネ、マスク、水や食料などを準備しておけば、長期間の遭難でも耐え抜くことができます。ユーリ・トロフィムは防塵マスクを持参していたため、火山灰の中でも呼吸を確保できました。11. 精神的な冷静さ。火山での遭難時、パニックに陥ることは命取りです。冷静に状況を判断し、適切な行動をとることが最も重要です。リチャード・クロスは5日間の遭難中、常に冷静を保ち、救助を待つ間の時間を有効に使って命をつなぎました。5. 火山遭難を克服するためのユニークな方法。過去の事例から学んだことをもとに、火山遭難を克服するためのユニークな方法を3つ提案します。1. 溶岩を利用した避難路の確保。溶岩流が進行してくる場合、その速さと方向を利用して、逆に安全な方向に避難する手段を計画することができます。溶岩の進行は意外と予測できるため、適切に観察し、溶岩の流れる方向とは反対に避難することがポイントです。2. 自然の洞窟や溶岩トンネルの利用。火山周辺には自然に形成された洞窟や溶岩トンネルが存在することがあります。これらは非常に強固なシェルターとなり、噴火や火山灰、噴石から身を守るために有効です。観光前に地形図を確認しておくことで、緊急時にシェルターとして活用することができます。3. スマートフォンアプリによる噴火予測と避難誘導。近年では火山の噴火予測や避難経路をリアルタイムで示すスマートフォンアプリが開発されています。これらを利用することで、迅速に噴火の危険性を把握し、安全なルートを確保できます。また、GPS 機能を活用して、自分の位置を救助隊に通知することで早期救助につなげることも可能です。6. 締めくくり遭難時に心がけるべきことと励まし。火山での遭難は突発的な災害であり、恐怖を感じることは避けられません。
最も重要なことは冷静さを保ち、事前に学んだ知識やスキルを生かして行動することです。火山の噴火は自然の力であり、私たち人間はそれを完全にコントロールすることはできませんが、適切な準備と行動によって生存の可能性を大きく高めることができます。具体的なアドバイス。事前の準備。火山観光を計画する際は、避難経路や火山の活動状況を事前に確認し、適切な装備を持参することが大切です。冷静な判断。噴火が発生した際はパニックに陥らず、まずは風向きや地形を確認し、安全な場所へ避難しましょう。体力と精神力を維持する。長期間の遭難では体力と精神力を維持することが生存の鍵です。こまめに水分を補給し、エネルギーを節約しながら行動しましょう。どんなに困難な状況でも最後まで諦めずに生き抜く意志が生存の鍵です。火山での遭難は厳しい試練ですが、冷静な判断と正しい行動によって必ず生還のチャンスは訪れます。あなたの力を信じて前を向いて行動しましょう。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また、次に紹介してほしいサバイバルの知識や、こんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価、また実際にこの動画、人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。では、また次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。